ジックレシピ大講談。たこ焼きの美味しそう食感で決まる。カリッとろ小麦粉で変わるんや。味はお出汁やソースから食感は小麦粉で決まるんです。小麦粉の世界へレッツゴー。小麦粉は大きく分けて3種類。強力粉、中力粉、薄力粉。タンパク質の量で種類が決まるんや。ということでスーパーで手軽に買えるものから業務用まで様々な小麦粉で焼き比べます。プロはいろんな粉を混ぜて独自の食感を出すんやけどな。種類が無限大になっちゃうじゃない。今回はブレンドはなし、同じ分量に固定したいと思います。だけどこの名の特徴を知ればお好みの食感に近づくはず。みんな一緒に最高の一玉を目指しましょう。粉の個性がどう出るのか楽しみ。実験パートに続きます。たこ焼きに適した小麦粉ってどれなの？グルテン少ない方がサクッとして美味しいって言うけど本当かしら？そりゃグルテン少ない方が食感は軽くなるけど、水分が多いと穴が開いたりひっくり返すのが難しいんやで。電気じゃが火力が弱くて焼けんし、冷めたらすぐペシャンとなるしな。じゃあどれがいいのよ、この粉で焼き比べるんじゃって博士が言うてるわ。こんなに集めるの大変じゃん。揃ったな、ほんなら焼き比べ開始や。ではスーパーで手に入る一般的な粉からいくわよ。まずはフラワー。どこのスーパーでも売っとるロングセラーの薄力粉や。タンパク量が 8.7g な薄力粉としては多い方やな。値段も手頃やし、料理にもお菓子にも使える万能タイプやで。少し玉になりやすいかもだけど粉はサラサラね。シャバシャバなのにしっかり焼き固まるから返しやすいわ。10分くらいで焼き上がり、外皮チェック。持ち上げてもちぎれないくらいカリカリに焼けたわ。外はカリカリでまん丸サクサク言うとるわ。中は見事生でにトロトロ。教科書に載せたいくらいの大阪のカリトロたこ焼きの誕生や。別にフラワーでええやん、本当に美味しい。でも苦労して集めたんだから次に行くわよ。強力粉、激安スーパーで売ってた一般的な強力粉。タンパク量 12.5g な。あらとてもお買い得ね。もっとネバネバしてると思ったけど結構サラサラね。水分量多いからこのくらいの硬さなんやろ。これも焼きやすいわね。パンパンに膨らんで穴から溢れちゃうのもあるわね。入れすぎやな。グルテンが多くて水分が少ないほど俵型になりやすいんや。外皮チェック。これもちぎれないカリカリの皮ね。10分くらいで焼き上がったわ。外はサクッと中はちょっと空洞っぽいな。サクッとしてるのに意外と中はトロツヤや。ソースを塗らない老舗タイプのたこ焼きに似とる。カリッとして好きなんだけどなんかしょっぱくない？強力粉グルテンが多くて水をしっかり保持するんよ。焼いて水分が飛ぶ分油っぽさや味がギュッとこうなってしょっぱく感じるんちゃうか。パンみたいになるかと思ったけど意外だわ。次のパートに続きます。次のパートはうどん用の中力粉ね。丸くシリーズだけど丸かって何よ。丸かの皮はうどん県香川の皮や。手打ちうどんによう使われてる人気の粉たちやで。どっちも青果店で小分けして売っとるで。それじゃあ白椿からいくわよ。するとコシがあるうどんが打てる中力粉や。タンパク量は 8.5g な。うっすら広くて綺麗ね。さっと溶けるタイプじゃないみたい。どや中力粉はシャバシャバでも返しやすいやろ。焼き固まりが早くて返しやすい。10分くらいで焼き上がったわ。外側チェック。薄皮やけどちぎれんとカリッとしとるわ。中はトロトロで小麦粉の風味がよく出てうまいな。お店でもなかなか出会えない食感かも。カリトロで脂っこさもしょっぱさもなくて最高。すぐペシャンとなるけどね。次は徳スズメってかわいい名前ね。コシが強くてもちもちなうどんが打てる中力粉な。タンパク量は 8.7g。白椿より